15日目、やっと折り返し地点です。昨日潜ってきてまさかのね、クエが取れましたね。これはもうめっちゃ嬉しかったね。でね、前回潜ったの8日目とかだったっけで、今回潜ったのが14日目とかなんですけど、4日間ぐらい雨が降ったんで、めちゃめちゃ寒かったですね。まあなんかあそこのポイントで、石鯛と石垣鯛無限にいたんで、取ろうと思えばあと10匹ぐらい取れそうだったんですけど、まあ取りすぎて食べれなかったんで申し訳ないんで、まあこのぐらいにね、しときました。で、最後にね、キジハタ取りたくて、まあ、結構探したんですけど、キジハタいなかったね。では、早速魚をさばいていきたいところなんですが、もしかしたらイノシシと鹿がかかってる可能性があるんで、まずはね、イノシシと鹿の仕掛けね、見に行きましょう。めっちゃ腹減ったー。よし、行ってきます。よし、今日こそは鹿かってるはずだろ。お腹が減りすぎて足がフラフラするんだけど、いや、これはお腹が空きすぎてるんじゃないな。寝起きで低血糖だからだな。でもこっからは何の音もせんな。でもこれ取れたら取れたでさ、一中干し作れなくなるよね。せめて19日以降に取れてほしいですよね。1個目の仕掛けはダメですね。ちょっと入ってみないとわかんないんで、入ります。朝から入るのしんどいな、これ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。うわ、奥に鹿がめっちゃ今通っていった。なんやねん。いや、でもちょっと待てよ。ちょっと待てよ。待てよ。待て待て待て。あれを見てくれ。食べた後みたいなの残ってなかったんよ。ってことは、ここまで来てる。多分ね、まだね、人間の匂いがして警戒してるから、まあなんか普通、警戒を解くために1日2日置いて3日目ぐらいにかかったりとかもするらしいんで、まあそれを待ちましょう。まあでも今日はかかってなくてよかった。あんだけ魚取れたしね。ライフルがあれば一撃なのにな。はい、最後の仕掛けもなし。いやー、ダメでしたね。まあダメだったんですけど、米ぬか2口食われてたんで、全然可能性ある。明日か明後日にかかってるんじゃない？で、今日は一中干しを仕上げるんで、早く仕上げていきましょう。さて、さすがに魚が腐りそうなんでね、日陰に来ました。エントリーナンバー1、タカノハダイ。ナンバー2、ドーン、石垣鯛。ナンバー3、ドーン、黒鯛。こんな簡単につける黒鯛は初めてでした。なんか痩せ細ってるし。ナンバー4、ミニチュアクエ。ナンバー5、ドガーン、石鯛です。もう石鯛見つけた瞬間にやっと魚が来たって、もうねテンション上がりすぎて、ここど真ん中ぶち抜きましたね。頭狙ってる余裕なんてない。これ結構でかいな。2キロぐらいありそう。そしてナンバー6、ドーン、クエ。うわ、これ内臓脂肪っぽいぞ。えぐい。こいつはもう塩焼きにして食おう。そうそうたるメンツが集まりました。すげえなこれ。全部見事に尻尾が反り返って死後硬直してますね。まあ、鮮度がええってことやな。ではここに一夜干し用の塩水をね作っていきましょう。もちろん川の水でね。まあなんか最初ここ険しいとか思ってたけど、もう何も思わなくなったね。もう慣れてきた。ていうかもうあそこのさ池で汲めばいいじゃん。盲点だった。てかヘビ食いたいんだけど、ヘビいないのかな。こういうとこいそうな気がするんだけど。よいしょ。バケツをきれいに洗い流して、生臭かったら嫌ですからね。せっかくの高級魚たちをね。そうか、ここで洗ったら汚いんだ。上で取りましょう、水。こんぐらいでいいでしょ。多すぎるぐらいな気がする。はい、それではここに塩を大量に入れます。正直塩は持ってきてました。サバイバル中に一夜干しできる量の塩を生成するのはちょっと難しいですね。あんまり薄いと一夜干し腐っちゃうんでね、水分活性っていうのがあって、それをね説明すると長くなるんで、ジャムとかが腐らないのと一緒で、とにかくね塩分濃度がある程度高くないと腐っちゃうんで、なるべくね塩分濃度高くしておきます。高くしすぎると塩辛くなってしまいます。こんなもんでいいのかな。だいぶ塩入れてるけど OK。
さて、確実に塩を入れすぎているが大丈夫なのか？では塩を混ぜていきます。もちろん素手でね。あ、冷てー。うわ、昨日の海の水の何倍も冷てー。なんだこれ、10度下回ってんだろこれ。あー、冷たい。あー、やばすぎるこれ。目が覚めるよこれ。冷た。しかもなんか浮いてるわ。もう落ち葉とか虫が生えるのは当たり前です。だね。うわー、冷たい。まるで雪山の雪に5分間手を突っ込んだぐらい冷てえな。冷てえ。こっから魚をさばいて一夜干しや、いや一中干しやと、ここで一旦休憩してると、まさかの刺客が、そうヘビがいたのです。ただマサルには全く知識がありません。尻尾を踏んで応戦してるところから始まります。やばい、ヘビがいた。やばい。このヘビは毒があるの、毒がないの。とりあえず閉めるか。行くで行くで行くで。よっしゃー。閉まったか？尻尾を掴んで頭を地面に叩きつけたが、どうだ？動いてる動いてる動いてる。もう一発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 。俺ヘビに関する知識全然ないんだけど、こいつは首の骨が折れてるの？どうなの？もう一発いくで、もう一発。おらもう一発や。でもなくなったっぽい。何このヘビ。うわすごい。なんか尻尾はすごい動いてるんだけど。うわヘビ通っちゃった。ヘビね、出汁としてすごい優秀なんですよ。笛鍋に入れよう。来た来た来た、鍋来た。見たことないヘビ来た。もうヘビかわいい。噛まれてさ、俺がなんかやばいことになったら嫌だから、もう一発かましとくか。だって手に絡んでるもん。もう一発かましとく？本当は血抜きしたいんだけどな。でも裏の模様珍しいね。レンガ作りみたい。あら！もう死んだやろ。かわいい。めっちゃかわいいよ。うわ、ずっとヘビも狙ってたから嬉しい。うわ、めっちゃ嬉しい。さばくの見たい人はメンバーシップだな。本編はぶつ切りにしたところからかな。あなたはなんてヘビなの？ああ、もう尻尾巻き取る力もだんだんなくなってきてる。やばい、ヘビが取れた。嬉しい。あなたはなんて名前なの？で、こっから、クエとイシダイ。これは塩焼けにして食べようと思うんで、クエとイシダイ以外をどんどんさばいて、鱗と内臓を取りまして、で、一夜干し液にぶち込んでいきます。で、2時間ぐらい経ったら塩が染みてくるんで、そしたら一中干しを作っていきます。よし。急げよ、俺。もうさばくの簡単なやつからいこう。ちょっとハエがたかってきてやがる。まずは黒鯛から。なんで簡単かっていうと、黒鯛は鱗が落としやすいです、非常に。うわぁ、クエの刺身楽しみやな。あと1日ぐらい熟成させたいな。基本的にこの死後硬直が取れてから熟成が始まるんですよ。だからまあこの死後硬直してるっていうことは、熟成が始まってないんですね。もったいない。まあ一夜干しにすることで熟成は行われるんですけども。さて、内臓はどうなっているのか。これで脂乗ってたらすごいよ。なんかすっごいやつ細ってるの。はい、内臓なし。なんか弱ってたもんな。なんか病気とかあったのかもね。後で内臓は燃やしましょう。今回包丁もね、一応持ってきてるんですけど、イノシシの止め刺し用に使うんで、このサバイバルナイフしかないんですよね。で、この頭に関しては一中干しにするんですけど、頭はね、塩が入りづらいんで、明日の朝までつけて、で、そっから一中干しにします。よし。3枚おろしが出来上がりつつある。くそ、ハエがたかってきてる。カメラの画角を気にしつつ、さばくの難しいな。早速川に洗いに行こう。よいしょ。1個目ができたぞ。血合いが取れねえ。どうしても中途半端になっちゃうな。これちゃんと3枚おろしにした方がいいな。だがめんどくさい、3枚おろしにするのは。限界状態で全ての魚をしっかりさばくのはちょっとね、ハードすぎる。よし、完璧じゃないか。塩水4時間ぐらいつけるイメージだけど、どうなんだろうな。オッケー。もう見たら歩ける場所が分かってきた。じゃあいってらっしゃい。3枚におろした方がいいかもな。次は3枚におろそう。てかもうこれ以上魚さばくシーンいらないでしょ。
とか言いながら撮影することに。うわー、めっちゃハエがたかってくる。もうここまで15日間ぐらいサバイバルしてみて気づきがありまして、雰囲気崩すから寝るシーン撮ってなかったんですけど、雑草の上に寝袋で寝てるんですけど、これどうやったら寝れるみたいな。寒すぎやろみたいに。しかも動物の鳴き声、意味わからん鳴き声もするし、で足音もさ、トン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 みたいな足音と、ザッ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 みたいな足音とかさ、ずっとするんですよ。で、しかもなんかすごい近くに来てるな。どうすればいいのみたいなこととかも結構あって、最初の方もうなんかほとんど一睡もできないみたいな。寒すぎるし、みたいな。でも2日目ももう、全く寝れないし、3日目ももうほとんど寝れなくて、でも3日目ぐらいから2時間ぐらい寝て、ちょっと目が覚めて、みたいな。寒ーと思って火に近づいて、みたいな。やってたんですけど、寒さ耐性がね、ついてきました。もちろん寒いんですけど、寒いなぁと思うんですけど、寝れるようになってきて、人間って15日で寒さ耐性つくんだな、みたいな。もちろん人によりきりだとは思うんですけど、僕はね、15日で寒さ耐性がついてきました。でね、あとね、このサバイバルさ、肉体的にはむっちゃくちゃきついんですけど、なんか精神的にはね、かなり良くなってて、デジタルデトックスもできてるし、夜更かしすることもないじゃん。街灯もなんもないしさ、スマホもいじれないしさ、もうやることなくて、結局9時になったらもう寝てて、で、朝6時ぐらいに目覚めて、みたいな。もうめちゃめちゃ健康的な生活してるわけよ。食べ物がないけどね。で、1日1万歩くらい歩いてさ、精神的にはすごくね、充実してるんですよね。あと15日あるんですけど、食べ物さえあれば、なんか全然いける。あとなんて言えばいいんかな。精神的に安定してるのは、選択肢が少ないっていうのは、すごいいいことかもしれない。夜になったらさ、ネットフリックス見ようかなとか、YouTube 見ようかなとかさ、今日は外食にしようかな、家でご飯作ろうかな、ご飯何食べようかなとかさ、今日は友達と会おうかなとか、いろんなさ、選択肢があるじゃん。で、選択肢がさ、たくさんあるからさ、多分選択するっていうのも、すごいさ、一回一回ではそんなにエネルギーを使わないかもしれないけど、膨大な数一日にみんな選択してるわけだからさ、多分ね、それでね、精神が疲れるっていうのもね、俺あると思うんだよね。これ油やばそう。ちょっと内臓脂肪だけ開けてみようか。きたーきたーきた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 内臓脂肪。うわ、やっばえぐすぎえぐすぎなんだこの内臓脂肪は。うわーやばいきたーえぐすぎるー。このギトギトの内臓脂肪食べようかな。食べる可能性あるからこの辺に置いとこう。えぐすぎー。肝食べよう、肝。あ、待って、臭い手で触ったらあかん。肝も美味しいんじゃん。肝がこんなんも脂肪肝やろ。食べてみよう。えぐすぎー。ちょっと生臭いけど、えぐすぎえぐすぎえぐすぎ。あと焼いて食べた方がいいな。うわー、食感以外うめえ。うわ、脂肪肝だ。もうこれフォアグラだわ。石垣台ちゃん、君は一夜干しって言ったが、半身だけ一夜干しで塩焼きにしよう。この時期こんな内臓脂肪乗ってるの？石垣台。うわ、石垣台いっぱいいたな、このサイズ。うわー、うまいなこれ。えぐすぎー。魚の内臓脂肪乗ってるだけでこんなに喜べるんだよ。今俺の人生何も悩みないから。だって俺電話かかってこないもん。うわ、これ焼いたらやばいで。これ石垣台のこんな内臓脂肪乗ってる個体初めて見た。あとは内臓脂肪開封動画だけ出します。鱗取ってるとこもいいでしょ。はい、ではご開帳いきましょう。まずはね、右巻きからいきましょう。こいつ鱗取りづらいんで焼いてからやります。内臓脂肪はこいつも内臓脂肪ブリンブリンやないかい。これもしかしたらめちゃめちゃうまい右巻きかもしれない。ブリンブリンだ。今日当たりの日じゃない。そして口黒、しましま模様じゃない石鯛をですね、口黒と言います。一般的には大きくなった石鯛を口黒って言うんですけども、回遊する石鯛が口黒になるという説もあります。まあでもすごい、まあまあ乗ってるね。そしたらクエ行きましょうか。クエがね、一番この内臓脂肪のありそうなんだよ、触った感じ。これやばいぞ多分。よいしょよいしょ。バカンえぐーい。
えぐすぎー。これやばいな。いや、この内臓脂肪はもう俺が見た魚の中でも一番コンディション良い。やっぱベートがさめっちゃ湧いてたから、ベート食ってもうみんなブクブク太ったんだろうね。うわー、これはやばいぞ。やばい、朝飯が楽しみでしゃあない。早くさばこう。はい、やっとね全部さばき終わりました。でまあ昼間干そうと思ったんですけど、塩水につけると見た目がちょっと変わるんですけど、全然つけ足りてないですね。で胃がどのぐらい縮まってるかわかんないんで、とりあえずクエの4分の3身を食べてみて、でまだお腹空いてたら石垣鯛をね塩焼きにして食べようと思います。でこの4分の1は鍋用にね置いときます。で明日今日取れたヘビと一緒にね食べようと思います。はい、ではねまずクエ、ちょっとねあれ全部さばき切って綺麗にするのにさすがに疲れたね、あの数やるのは。まあほんと刺身とか行きたいところなんですが、もう疲れたので塩焼きやっていきます。で串がないんですけども、まあ手盛りの先っぽ使います。もうずるとは言わせません。だってもう今回手盛り使ってるんだから、手盛りの先っぽ使って魚焼くのはありでしょ。別にずるじゃないよ。手盛りの先っぽだって、今回手盛りありにしてるから、手盛りの先っぽ使って焼くのずるじゃない。よし焼くか。さあやっていきましょうか。じゃあまずね目からいきましょう。あー、目は入んねえのか。よいしょ、入ったぜ。でここに乗せていく。まあなんか置く場所とか言ってたけど、すごいね汚いところに置いてますが、もうそんな気にしない。俺が一番汚い説ある。くっさいもん俺。じゃあ塩をね振っていきましょう。上から振った方が均一に振ることができます。そしたら腹のね内側もしっかりと塩を振っていきましょう。反対側もしっかりと塩を振っていきます。本当はねこんな脂の乗ったとてつもないクエはこんな雑に扱っていい食材じゃないのよ。いや火が強いな。焦げたら最悪だからな。こいつを抜こう。じっくり焼いていきましょう。じっくり。こういう普通にね地面に落ちてる木で焼くと、まあなんていうんだろう、燻製っぽい匂いっていうか臭い匂いがねつくんですよね。だからなるべくね炭で焼きたいんです。この個体3万とかするんじゃないかな。目利き次第なんだけど、そんな魚をさこんな雑に扱ってもうダメだよ。さあさあ暇なんでクエの肝でも食べましょうよ。いいね。塩をかけます。あもう気にしないけどね。もうこんな気にしてたらここで生きていけないよ。あー短くて熱い。落ちんだよマジで。ちょっとクエ焼くには火弱いか。まあゆっくり焼いた方がいいんだけど、ちょっともうだいぶお腹空いてんだよな。あ、焼けてるわ。いいね。多分ねクエの内臓脂肪っていうか釜とかにね結構脂肪があるんだけど、喋ってたらやばいことになった。取り戻せ俺。よいしょよいしょ。悲しい。喋ったらダメだな。はい、何かの肝食べています。何かの肝食べています。何かの肝？ここ結構人間の限界のシーンだと思ってて、だってクエの肝焼いたの忘れてるんですよ。ゲロうまやなこれ。めっちゃうまいやんけ。鶏のレバーから独特な臭みを全部引いた感じ。うまい。だいぶうまそうな感じになってきたよ。もう完成でしょ。やっば、完璧な焼き色すぎる。ようできたなあの火で。よし完成しました。ここに持ってくるまでにえぐいやけどをしたんですけど、まあ、そんなの関係ない。食べましょう。いやこれはこんなうまく焼けるとはね。まずはお脂肪を抜いていく。そしてこのねヒレの骨をね取っていきます。あれ取れねえ。焼けすぎて取れないのか。あ、ここら辺は取れるね。かぶりつかせていただきます。うーわ、うんまいな。今食べたのはまだ脂が乗ってない背中ですね。で今から食べるのはカマ。焼けてんのかな。
皮がうまいんだよな。なんか魚の油のジュース飲んでるみたい。まあでもうまいわ、これ。ウマヅラハギ食った時はさ、胃が別に縮んでなかったんだけど、逆に、この今クエ食べてるんだけど、結構ね、胃が縮んでる。焼けてる場所と焼けてない場所の差が激しい。いや、こんなでかいもんな。一番うまいところをお脂肪焼きしよう。お脂肪で刺して焼いていきます。焼くぜ。はい、ということで、お脂肪焼き釜の完成です。熱っ。うめえな。そりゃクエの釜なんてさ、まずいわけないじゃん。うまっ。えぐいな。激烈にうまい。クエさ、熟成して食うような魚だからさ、なんかウマヅラハギ食べた時の、なんか脳に走るような刺激はなかったな。めちゃめちゃ美味しいんだけどね。と、あと、分厚いからさ、中まで焼くのは難しいだろうなとは正直思ってたんですよ。なんで、あいつは鍋にします。んで、石垣鯛をですね、食べます。石垣鯛薄くて焼きやすいですからね。はい、そういうことで、石垣鯛です。これ反対がすごいよ、この、浮き袋についた油ね。今から石鯛を焼くという時に、一眼レフが動かなくなりました。まあほぼ野ざらしで15日間よく耐えたよ。長いよな、このサバイバル。このマイクの軸も壊れてるし、カメラさん満身創痍だね。だが俺は一眼をもう一個持ってきてる。だが充電がない。ここから iPhone だけでいく。まあいい感じにね、魚は焼けてきてます。表面だけね。ちょっとね崩れそうになってきてるんだよね。やばい、油が垂れて大火事になってる。どんだけ油乗ってんだよ。焼けたんで食べていきましょう。まあ、ちなみに手で食ってるのは箸を作ってないからですね。あ、皮が取れた。ちょっと食べてみよう。いや、うますぎ。で、いきます。うわぁ、これはすごいな。クエと違って旨味と油の爆弾だわ。やばい、これはうまい。クエはね、反応しづらかったのよ。すごいね、高級料理店で食う味やみたいな感じだったんやけど、これはもうね、脳に刺さる味がするね。うますぎ。もうこんなん一眼で撮りたかったよ、こんな感想。てかクエの方がさっぱりしとるんかい。そんなんわからんよ。もうこんなになくなってしまった。でもこれの一夜干しが食べれると思うと嬉しすぎる。一夜干しか。うますぎる。もう骨以外の部分がなくなった。一匹で食えばよかった。はい、じゃあ食べきってしまいました。ちょっとね、みんな信じがたいかもしれないけど、食感ね、表すんだったら生クリームですね。まあ、他で表すんやったら、まあ、飲むヨーグルトみたいな。とろーっとしてて、噛まずに飲み込めるんよね。この生活さ、ずーっとさっぱりしたものしか食えてなかったから、油、塩、旨味、そして噛まなくてもいい。もうこの何コンボか来て、もうちょっとこれはね、うますぎた。まあ、さっぱりしたものが好きな人には合わないと思うんだけど、こってこてのこってりしたものが好きな人にはめちゃめちゃ合うと思います。で、ふと我に返ってクエ食べたらクエもうまいんだな。普段はさ、こってりしたもの食ってるじゃん、いつも。ラーメンとかね。そういうの食べてる時にクエ食べると、うわー、うまいな、みたいな。まあ結局幸福感じるなんて日常とどれだけ差があるかだけですからね。毎日クエ食ってたら別にそんな美味しいって思うだろうしね。そして、ここに残った魚たちがあります。今回の本当の目的はこれなんです。今から作ります。今俺が食べた石垣鯛、そして焼きかけのクエ、そしてクエの身、そしてクエの内臓脂肪、これをですね、どうしちゃうのマサル。これをドカーン鍋にします。そして30日までずっといろんな食材を入れ続け、鍋にしていきます。鹿肉もイノシシ肉も、俺はまだアライグマとかも諦めてないからな。どんどんいろんなものを入れ凝縮させ、30日までにとてつもない濃厚な鍋を作る予定。よし、そしたら火にかける前に川の水を取りに行くか。じゃあ川の水を取りに行く。今日は上流の川の水でも汲みに行こうかな。で、海岸までまた行って、海には入らずに浜ほうれん草とか浜大根とかね生えてたんで、そういうのを入れるのもあり。
俺の個人の意見だけど、ただ焼いて食うだけだとさすがに野草って美味しくなくないって俺は思ってるんだけど、このスープに入れてしまえば美味しいのではと思っております。めっちゃアメンボいる。アメンボもスープの中入れちゃう？絶対入るアメンボ。嫌だな。アメンボって虫なの？でも虫ってさ、羽が4枚で頭、胸、腹に分かれてて足が6本ないと虫じゃないんでしょ？節足動物の何かなんでしょ？アメンボって羽あんの？一旦こんなもんでいいでしょう。よいしょ。ここ登れないじゃん。なんとか登れた。危ねえ、落ちるとこだった。鍋の重さ考えてなかった。危ねえ。じゃあ最高のスープになってくれよ。よいしょ。いや、これ明日普通にスープとして食うだけでも最高にうまいはず。しかも柚子とか山椒が落ちてるから、もうそれまた最高だと思う。はい、ということで15日目終了。これは明日の朝ごはんになります。